よいしょちょっとこうかな。奥はってますね。あれ？こんにちは。本日は京町屋のテナント物件をご紹介させていただきます。こちらになってるんですけども、間口すごいですよね。だいぶ奥も広くって、じゃあちょっと一回正面から見てみましょう。あれ？ちょっとだいぶここまで狭いですねねえ一回正面から見てみましょうか。だいぶこんくらいですねまあ今日見る限り伝統の京町屋かなと思うんですけど、一回ちょっと渡って見てみましょうか。はい、じゃあちょっと屋根の方を見ていただきますと、下に棟木と言われる太い木がありまして、その上に出し桁っていう道路に向かって出されてる木がありますね。で、その上に樽木って呼ばれる木があるんですけど、これが京町屋の正面になります。おそらく昭和25年以前の建物になってくるかなと思います。では次は中見てみましょう。2ポイント。はい、じゃあこういった作りになっている京町屋なんですけども、今回はテナントとして貸されるということで中見ていきましょう。長いですね。じゃあ増築部分から見ていきます。今はちょっと波板で囲まれているだけで、雨風はしのげるような状態になってますね。水回りこちら来てまして、あとこちらにお手洗いございます。物置みたいな感じで使われてたんですかね。じゃあ次、あちらの方を見ていきましょう。こちらキッチンになってます。ガスも来てます。ちょっとこうかな。奥はブロック塀になってますね。お隣の壁かもしれないです。じゃあこちらの物件2階建てになるので、こちらが階段になります。後ほど2階ご紹介させていただきます。ではこちらメインの店舗スペースになるところをご紹介していきます。2ポイント。結構広いですね。広いですね。間口はね、外から見たら狭いですけども、奥行きあるんで結構広々感じます。ではいつもの測っていきますはい、間口 2.3 メートルです。カウンターだけのカフェであったりとか、あとは物販店、例えばお花屋さんとか、窓も大きくて明るいので、外からの見せ方も結構いろいろあるんじゃないかなと思います。はい。じゃあこの店舗部分の奥行き測っていきます。6.6 メートルあります。はい。結構長いですね。合計なんと 14.8 メートル奥行きがあります。結構長いですね。長いですね。間口が狭い分、こんだけ奥行きがあるっていうのも京町屋の特徴の一つですね。結構壁とか雰囲気ありますけど、こちらはやっぱり京町屋っていうこともあって、そうですね、土壁になってますね。これもおそらくお隣の外壁なのかな。柱も共有してはった感じですかね。そうですね。はい。こちらからお隣との境目が見えるんですけども、京町屋ということで昔のままの名残がこちらからは確認できますね。2ポイント。はい、じゃあ2階上がっていきます。よいしょ
では2回ご紹介していきます。やっぱり京町屋なので結構天井は低めになってますけど、あ、ちょうど穴開いてるんで1回天井裏も見てみましょうか。結構懐あるんで、天井抜いてもらって、なんかこう針とか見せたらいい感じのおしゃれな空間になりそうな気もしますね。ではこちらも見ていきましょう。結構味ありますね。こちらも天井ここまでですね。窓もレトロなアンティークな感じですね。奥が物干しになってます。鍵も昔ながらのままです。何かガラスだけ入れ替えたりとか活かして可愛い雰囲気になるんじゃないでしょうか。2ポイント。はい、的場さん。はい。はい、今回も内見お疲れ様でした。お疲れ様でした。では今回の物件の特徴をお願いいたします。はい。まず一つ目がこのミュー松原に面するというこの立地ですね。住民の方もとても行き来してますし、車通りも非常に良いです。集客も見込める立地になっているかなと思います。で、2つ目がこの京町屋ということですね。ご説明させてもらった通り、正真正銘昭和25年以前の京町屋になっております。3つ目です。見てもらった通り、間口は非常に狭いです。ただこの側面見てもらうと、こんだけの奥行きがあるので、この広い窓、この光の入り方を生かした店作りができます。間口で見せる京町屋、いかがでしょうか。本日は以上になります。はい、ありがとうございました。株式会社2ポイントをこれからもどんどんテナント紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、また概要欄からも LINE でお問い合わせしていただきますので、お問い合わせお待ちしてます。じゃあ本日は以上になります。はい、ありがとうございました。